こんにちは。大工の翔燕です。今回は吹き抜け部分に2件のキャットウォークを作っていきます。今回は吹き抜け部分の仕事になります。吹き抜けって言いますと2階の胴出しの高さになります。ですから高い位置ですね。ふらつきますと落下の恐れがあります。注意してやっていきます。作業の前に立ち前で少しアクがついたこの汚れを落としてやります。そして金物の締め付け、もう一回締め直してやるっていうことですね。まず火打ちに当て板をしていきます。この火打ち2本は化粧だったんです。ボルトまでなくてもよかったんですけどね、裏からコーチでもんでやればもんでよかったんですけども、ボルトが入っているのでまさかボルトを見せるわけにはいかないので、薄い板を当ててやります。まずはすのこ受けをつけていきます。キャットウォークの床は根太材を使うんですけども、根太材ですのこ状に作ってやります。隙間を開けて光を通すっていうことですね。そのすのこを受ける材料をつけていきます。材料はすのこもヒノキで作りますし、受けもヒノキで作っていきます。本当は一本一本取ってやるのがいいんですけども、なかなかそういうわけにもいきませんし、一つに組んで切り替えた部分に乗せていく感じにしたいと思います。この上にこの上が乗るで、こんだけしか見えんね。受け材の寸法を取っていきます。この受け材は建物本体にはひっつけることはできません。この裏に空気を通すので銅縁で 15mm だけ浮かしてあります。そしてこの火打ちに少し半分ほどかかります。ですからこの斜めの厄介な火打ち書きをしてあります。135やな。定規で丸ノコでやってみたんですけどね、やはり丸ノコではなかなかうまくいきませんね。なかなか化粧物の丸ノコはどうしても苦手ですね。手のこの方が綺麗にできますね。鳥は遊ぶ。氷張ってんで、氷。氷。ほら。雪降る中での研ぎもん、なかなかおつなもんですね。したくありませんね。そして刃物はカンナくずで吹きます。昔はね、3日4日柱削りして、その間ずっと研ぎもんしてもカンナくずで拭いてましたね。なんででしょうね。タオルはあったんですけどね、やはり先輩というか兄弟子がみんながカンナくずで拭いてましたね。カンナくずでこれ拭かなあかんのかな、最初からそういう風に思ってましたね。やっぱし時代ですよね。
結構な材料を斜めに綺麗にスカッと描くっていうのはなかなかこれも難しいです。ノコも逃げますしね、ちょっとのみが入っても下から見えます。まあ合ってくれればいいんですけどね。収めましたけども、一発で合いましたね。本当に合うとは思いませんでした。2回3回目ぐらいで入ればいいかなと思ってたんですけども、よかったですね。これ実際にすのこを置いて検討してます。この細い棒が下から見る目線です。この角門の角でどこまで四角になるかなって見てるんですけども、3つで踏んでいこうと思ってます。ですからその受けを裏から打つんですけども、それの位置を考えてます。なかなか言葉で言っても実際に分かってもらえないと思いますけども、ご期待ください。ではすのこ材を切っていきます。すのこって言ってもヒノキの根だの節のない部分で作ってあります。すのこって普通言いますと目皿みたいな感じを思うと思うんですけども、今回は縦に使います。そして普通では考えにくいぐらい間隔を空けます。30ミリ空けます。普通のデッキとか濡れ縁ですと10ミリから12ミリしか開けませんけどね、ここの場合は吹き抜け部分を少しでも明るくしたいために製図械にすれば隙間の数が多くなります。自然と光が入ってきますから、製図械で作っていきます。こう一定の長さに切ったすのこを長さを揃えて両端の仕事をします。これ下から見てまたこれ見えるとこや見えたり見えないんだよと。こうか。溝切りで一気に書き取ります。溝切りはいきなり使うことができないので、細かい丸ノコでノコ目を入れてやります。そしてこの場合ですと15、6本並べて直角定規を使ってね、一気に書き取っていきます。その場合は両端に必ず捨て木がいります。捨て木をやってないと一番端でめくれて一本使い物にならないということですね。クランプを外したらなぜか吹っ飛びましたね。さばきが傷つかなくてよかったです。後ろのこの受けの部分は横に打つ白毛の分だけを書いてあります。
そもそもキャットウォークって言ってますけども、キャットウォークって言ったら、猫の道ですよね。でも猫を飼ってる家じゃなくてもキャットウォークなんです。これは猫が歩くんではなくて、猫が通るくらいの狭い通路だよ。ですから綺麗な足場板みたいなやつを1枚ないし2枚置いてもキャットウォークです。手すりも何にもなくてもキャットウォークです。でもこの家の場合は幅が3尺あります。ですからキャットウォークどころか人間のちゃんとした一部分ですね。本来のその目的は吹き抜け部分にある窓を開け閉めしたり掃除をするためのそこへ行く手段ですね。吹き抜けでサッシがあってもキャットウォークは普通ありません。紐や鎖を使って下から引っ張って開けたりね、電動で開いたり、それは様々ですけども、下から操作して開けることはできます。でも掃除ができないので道を作ったんですね。それが細いんでいいわっていうことでキャットウォークというようになったんですね。加工ができたので組んでいきます。組むのは裏返しにして組んでいきます。数が多いんでね、2つぐらいで組むといいのはいいんですけど、きっと持てないでしょうしね、もう3つが限界でしょうね。裏返して横3を入れて、そして後ろの受け台の部分は小口からビスを揉んで組んでいくようにします。全体の割り付けは見てあるんですけども、横紋の材料には墨はしません。実際のこの 30mm の角材でね、間に挟んでやって、そして留めていきます。落下防止の手すりの縦材を 30mm に作ってあります。その縦材がその子の 30mm の隙間にきちっと入ってきます。そして一番重要なのは当たり前のことなんですけど、直角に作るってことですね。なかなか部材が大きいですから1本しかビス揉んでないんですけども、癖がついてしまいます。ですから最初の1本揉みの時で綺麗に対角を見て直角見てね、そして2本目のビスでシカッと留めていきます。4パチ4パチ外は吹いてますね。丸々とした関スズメ。そうですね。すのこを収める前にボルトの穴を蓋しておきます。ではすのこを収めていきます。やはり3つで正解でしたね。2つでしたらもう持てませんね。すのこ材をこの家の中で取り付けるめったにない仕事ですね。この隙間は本当に広いような気がしますね。でも正直ここへ立つのは年に数回ですから、子供は行きませんしね、気をつけてスリッパを履いていってもらえば何の差し支えもないと思います。でも怪我だけは注意してくださいね。すのこの固定は上刃からもう直接ビスで揉みます。タル線ができるとねいいんですけども、隙間が3センチですからなかなか難しいので、ビスを揉んで画面に沈めてね、そこへこのノコクルで極装して仕上げます。いや
きてんな。ビス穴にノコクズをボンドで溶いたやつを入れてやってね、そして1日乾かします。最初にまっすぐに仕上げると乾いた時に陥没します。痩せてへっこんでしまうってことですね。ですから少しイボ状に膨らましておいて、そして乾ききってからおのみで削ってまっすぐ仕上げてやるようにします。窓をセンターに。どうしても窓がこっち寄っとるんで、これセンターだったらもうすぐね、右左同じで。よし、この長さで入れてみよう。それではキャットウォークの手すりを作っていきます。この手すりは本当の荒組です。荒組というのは粗い骨組みだけの手すりです。完全なる手すり壁ではありません。今回の手すりは見てもらって分かるように手すり木を曲げて作ります。最初からこの形は決まっていませんでした。設計士さんと切さんとどんな形にするか普通の荒組みで3人でイメージしてました。でも盾を立てて上に木をまっすぐ手すり木だけ入れてちょっと寂しいなっていうことで R にしてみようかってこうなったんです。この R も窓がセンターではないんで左の 1m 部分はその R のまんま高くなります。でも窓との違和感がありません。遊び心でこの形に決まりました。手すり材を R にしてつける。もう考えることないと思います。上から押さえて力ずくで入れれば入る。材料は横に平べったい材料で作ってあります。ですから長さ自体でもう R は決まってきます。ですから長さが一番難しくて入れるのはただ力ずくで曲げただけです。これが合わなかった。だからこんだけずれてるわけ。それは無理やろ。これ中華でこう。いや、こっちがもうちょい下だね。ほと見た時の塵が違うんや。いいんじゃないですか。まずはこの手すり木を全体のバランスをしっかりと確認して留めていきます。でこれはもう無理やり穴を掘ったりそういうことはいりません。ビス止めしなくても動くことはないんですけども、ちょっと申し訳に両方ビスで留めておきました。次に縦材を垂れていきます。ちょうど切れっ端があったので実際に垂れてね、イメージをつかんでいきます。縦を垂れていくんですけども、すのこの間隔を 30mm に合わせてあります。下のこの隙間を上にレーダーで上げていきます。レーザーがなければこの下の間隔を水平に移してやれば同じことなんですけども、今回は一箇所一箇所面倒だったんですけども、レーザーでつけて垂れていきます。縦材の長さは直当たりします。直にその場に当てて長さ勾配を取ります。手すりが R になってるので 30mm でどれだけ R になるかなと思ったんですけども、ほぼまっすぐですね。30mm ではこの R の支障は全然ありませんね。まっすぐ切ればひっついてくれます。
縦台は上も下も芋です。長さをきれいに測って胴突きで長さで切るだけです。そして下はすのこの裏側から留めることができます。手すりに対しては上から長めのビスでしっかりと留めてあります。実際1本しか揉んでないんですけども、ビスが長いですししっかりと効きますから回ったりすることはないと思います。材料もこの杉の超のいい材料を使ってるんで、芋付けでつけていきます。これを手すりの裏側に掘り込んで入れてある。それをしようと思うと手すりを収めてしまいますともう穴は掘れませんし、R で収めて寸法を出してまた外して穴を掘って、そしてこの R が一箇所一箇所違いますから相当大変な仕事になります。でも綺麗にひっついて動かなければ芋付けで十分です。手すりの形に遊び心を入れたのでタルセンの形も少し遊んでみます。微妙やろ。いろんな形のタルセンを打つ場合はまず物を作ります。そしてそれを実際に合わせてやって穴を掘ります。間違っても先穴を掘ってはダメです。穴にあったものはなかなかできません。タルセンを実際に当てて穴を掘っていきます。縦台が7本垂れたのでタルセンの種類も7種類作ろうかなと思ったんですけども、7種類の形が浮かびませんでした。ですから真ん中を必死にしてやって、で四角三角丸も使って4種類を均等に打ってやることにしました。タルセンはわざとにこの材質の違うヒノキで作りました。そして打つのもこの正目に対して反対になるようにタルセンが目立つように打ってあります。この頃よくメールが入ってきます。自分の携帯のガラケーが使えなくなりますよ、早く仕替えてください。電話会社からの催促ですね。スマホにしましょうかね。今回この手すりを R 型にしてみたんですけども、なかなかかっこよくできたと思います。めったに見ない形ですね。これはこれで良かったと思います。でもこの縦が450ピッチで立ってるだけですから、手すりにはなっても落下防止にはなりませんからね。これ本当に安全面は注意してほしいですね。手すり材は削ってあるんですけども、オイル仕上げするので3段上げで仕上げていきます。最後の面はやはり手で少し丸みをつけておきます。
これでキャットウォークできました。キャットウォークどころか、このヒューマンウォーク、人間も十分ここを使えますね。手すりも湾曲でちょっと遊び心でやってみました。最初は2日間ぐらいでできるかなと思ってたんですけども、もう3日間しっぽりかかりました。でもいいもんができたんじゃないかなと思います。以上、平子島でした。